はい、こんにちは。今日は平成7年に行われた、第66期棋聖戦の村山聡八段対森内俊之八段の一戦を、並べていきたいと思います。先手が村山八段ですね。はい、7六歩と。で、後手の森内八段が3四歩と。で、2六歩。角道を止めまして、端歩を突きましたね。これは藤井システム模様でしょうか。平成7年といったら、おそらく藤井システムが猛威を振るっていた頃のような感じですよね。四間飛車に振りまして、7七角とね、持久戦を目指しましたね。ここで8四歩ですか。これはあんまり見たことない類の一手ですが、どういう意味でしょう。桂馬を飛んだ時に桂馬が支えになる、桂馬の支えになるという意味とか、将来銀冠に角を含みもありますし、まさかこうやって出ていくってことはあんまりちょっと考えづらいですが、含みとしてはあるでしょうね、そういうのも。8四歩ですか。で、6二玉と。あんまり仕掛けるというよりは、銀冠の土台というか準備という意味で8四歩でしたかね。組ませて戦う感じですね、結局。藤井システム発動しませんでしたね。森内先生は深浦森内戦のような、四間飛車で完封勝ちする展開も得意でしょうからね。組まれても問題ないという感じでしょうかね。でも着々と穴熊に囲って、ここで6五歩と思い切った手ですね。これはこのタイミングで突かないと次に角を引かられると銀引けるようになりますからね。ここで局面をリードしに行きましたね。同銀に桂で銀が捕まっているということですが、6六歩とついて、銀桂交換でもこの玉の囲いの一部である桂馬と、攻め駒の銀の交換で、しかも一歩もらっているということで、先手もそれほど嫌ではありませんよね。で4五歩と、すぐには取りませんね。この辺がプロっぽいところですね。で5五歩と突かれて、
そろそろ取りますか？取りませんね。もう取らずに戦う感じですね。取らずというか、まあギリギリまで取りませんね。やはり4六歩同歩5二銀。なるほど。こうしておくことによって、まあ銀がそっぽに行っているというか、ここの守りに働いていませんからね。で2四歩で飛車で浮きましたね。垂らしとかじゃ遅いですかね。ここはどうしますかね。まあやっぱり取って同歩の形になりますと、まあ次に6四桂で両取りの筋になりますしね、囲いが非常に弱体化しますから。2六飛車に6四歩と、これは囲いが再生しましたね。6四歩と打って、で2五歩、なるほど。同飛車に4六飛車で銀が銀取りになるという。これはどうしますかね。ちょっと取りづらいですが、まあ取るしかない可能性もありますね。あ、1六飛車端に逃げましたね。に1四歩ですか。やや飛車が窮屈ですけど、6五歩と6五歩、まあ飛車の逃げ場所を作るだけであれば4五歩とかも考えられますけど、まあこれですと2四角とかで、まあ5七の角成などを見せられて、まあちょっと先手が詰まらないという感じですかね。6五歩は思い切った手ですね。ここで9六歩、難しい手だ。ここで入れるんですね。6五歩の狙いとしましては、仮に同歩だと、まあどういう感じですかね。これはまあ銀とかで3四銀を狙うのかな。まあこれで1五歩3六飛車3五歩同飛車の時に4六飛車を消している意味もあるんで、まあこの状態ですと4六飛車走られてしまうんで、6五歩同歩で、まあ角の筋を通して使いやすくしたという感じですかね。まあ6四歩叩く筋も生じていますし、で6五歩にまあ同桂ならばおそらく6八角と引いて、まあ5七成も受けつつ次に6六歩で桂馬が取れますから、そういう感じで指すんでしょうかね。でもまあこうやってここで2四角とかもありますか。これで次に1五歩から3五歩を狙っていますんでね。まあでもそうか、この展開でも6六歩と打てば1五歩3六飛車3五歩で、まあ飛車が詰んでいますけど4五歩とつけば、まあ角で3六歩に2四角と取り返せれますので、まあさほど痛くないということですね。
まあやっぱり桂馬取られるのが痛いと。で6五歩は手抜かれて、9六歩とね、味付けのりですね。同歩で2四角と、はい、で6四歩同金6八角と、あ、そうですね、先ほどの筋を狙ってますね。まあついた時につけるようにしたということですね。6八角に8五桂といきなり飛んできましたね。あんまり森内先生らしくない感じもしますが、こういうなんか若干適当な攻めにも見えるんで、5四歩同歩で飛車回って、で3二飛車と、で4五歩交換して同金上がるで取りましたね。で取りに行きましたね。7歩同桂成で同銀と、歩がたくさん溜まりましたね。で9三香打ち桂打ってで桂取って、そうですね、8五歩とここは突きたいとこですよね。9五香同歩8五歩で歩を押さえて、同金とね清算しましたね。同馬に8三歩か、これで利かしたみましたね。同銀パシパシやってこられて、まあただこっちももう穴熊とは言いづらいような陣形ですね。いつでも9八歩と裂かれますし、で同銀に香車を打ちました。はい、これはまあ仮に7六を取るともう6一香成と取ってしまって、まあ自玉はまあ大丈夫ということですかね。6六香に5五馬と寄るしかなかった。まあこれですとね、金取ると玉が取れますから、で4六角ですか。なるほど。同馬ですと同飛車ですかね。同飛車ですよね。これで馬を消して、まあ金取りと4三歩成の狙い
ここで5五角というような展開もありえそうですが、これですと歩になりますかね。あるいは飛車寄る手もありそうですが、歩になったらどうでしょう。飛車取るとどれを取るか迷いますね。これは金取りますかね。金を取って5五角か、何をするか。これもなかなか簡単には読み切れない筋ですけど、ちょっとこの陣形を攻めていくと駒を渡しますから、向こうも結構危なくなってきますもんね。これ踏み込んで、先手ちょっと先手がやれる展開なのか、無難に飛車寄る手も一応ありますね。ちょっと4六角は取りづらかったということで、6四歩とね、辛抱の一手ですね。はい、で5五角と、これでだいぶ先手玉が安全度が増したので、やはり攻めていきますね。金打って9六歩とね、はい、9六歩と打ちましたね。歩打つとこで、何か受けるとしたら銀打ちとかですかね。銀打ちですと5四歩とかでしょうかね。これで同銀に6四金で銀取りと、次8四歩のような筋も結構やりたい手ですね。同銀で7四桂とすり込む感じの、8筋の歩が切れてるんで、こういう筋も気になりますね。はい、で本譜は9六歩ですね。攻め合いです。9六歩に対しまして、王手と玉引いて王手で金取った。で8四銀打ち、期待が入った一手ですね。なるほど、これ銀取ってしまうと同桂で、この桂が攻めに効いてくるということですね。で取らずに銀と、いかにもプロの技ですね。で9四歩、見応えのある攻防ですね。これは角取ると9三銀で一手済みと。で8一桂、すごい応酬ですね。でここで一旦6四角成と緩めましたね。他に手段が難しかったですか。桂取ると角取られますかね。これで香取って歩になる手はありますが、その瞬間詰めろじゃないんで、銀取って来られてやばいんで、6四角成とねして、若干守りにも効かしてますね。ここでついに銀を取りましたね。でしかし桂馬が活躍してきましたが、同桂に7二桂
見たことない感じの場所に桂馬を打ちますね。ここはまた落ち着いてますね。逃げましたね。桂馬を取るのは、いきなり桂馬を取るのは馬を取りますね。で8二銀は9一銀成の詰めろですが、9四銀でこの局面がなかなか寄らないということですね、おそらく。桂馬使ってもらえば、そしてここに桂馬使ってもらえばこちらの安全度もかなり上がるんで、落ち着いて5五馬と引きましたね。ちょっと後手が苦しい展開ですかね。で6四歩とね辛抱して桂取って同玉走って取って銀打ちですね。はい、これでもうシンプルに王手飛車をかけましたね。9五桂のような手も見えますが、あんまりこういうことはしない方がいいんでしょうかね。桂馬渡すのも怖いですし、本譜5四馬として8二玉6五桂とで9四香9八歩桂取って同歩で8六桂とね、で銀取ってもう一発で逃げて香車と決めに行ってますね。はい。9六香に歩打ちましたね。で飛車なんか取らずに当然こっちに行きましたね。当然というかプロっぽい感じですね。はい、こうやってただこれは詰めろではなさそうなんで、この瞬間にどれだけ後手は迫れるかという。やはり受けましたか。受けるんですか。そうか、桂馬を足すと向こうが詰みそうということですかね。金取って同金に8六桂で詰めろはかかるんですが、桂馬を渡すと銀取って同玉で7五桂と打たれて、これは銀3枚あるんで詰みですね。なるほど。なかなか桂も渡せないということで、しかしここで7一香と打つ精神力は凄まじいですね。で6三金とね、依然として桂馬は渡せないですね。で8一香と根性がすごいですね。9六歩、なるほど。はい、9六歩とついて
次は、9四に玉が来た時に、銀取る手が王手になるということで、本譜9六歩に対して金取りましたね。もう受けが効かないということですかね。でここで銀を取りました。で同玉と、同玉に7八金と手を戻しましたね。すぐは詰まないということですか。桂取って8六桂ですね。はい、ここで桂馬を王手していきましたね。はい、で下に引きました。下に引いたんですが、桂馬同歩ですとどうでしょうか。同歩には銀とかですかね。銀だと銀って引かれた時にね、ちょっと銀2枚で歩が利かない筋になっているのでちょっと変ですね、これは。ということは9四銀の筋ですかね。9四銀だと同玉で9五歩、ちょっと動かしてみましょうか。寄るのは銀ですかね。寄るのも銀で、ちょっと銀打ってた方が寄りやすそうなので取りましょう。どうなっているんでしょうね。ひたすら王手していってもなかなか香車がないんで、ここを引くか単に引いた方がいいですかね。ひたすら王手していきますと、これで金も落ちてしまって、この局面で詰みはないですね。詰みはないですけど、桂馬取る手は一応ありますね。桂馬取って、これで先手玉がかなり安全にはなるんで、同歩ですかね、大体。同歩で一応香車も効いてきてるんで、先手玉は怖い格好ですね。ここで向こうは詰まなそうですけど、勝ち筋があるかどうか先手。香車は止めておきたいですね、やっぱり。一応王手飛車の筋もありますけどね。これはちょっと飛車取ってもあれなんで、7四に合駒できますしね、こうやって。これはちょっと怒られますね、この王手飛車で喜んでいっては。ということで8二歩とかの筋、8三歩も8四桂の詰めろですし、8二歩も8四桂の詰めろですけどね。香車をとりあえず止めておけば、こっちはすぐは詰まなそうなんで、同香でどうすっかね。切ってしまう手はあるけど、切ってしまうと後手から5五角の王手が攻防の一手になる可能性があるんで難しいところですね。切ってしまった場合は同玉で香車打って、これは歩も効かないですし、引く一手でこれでなんか詰めろ、どういう詰めろが確実でしょうかね。
まあ5五角がいつでもあるんで、まあ桂馬打ってみますか。桂馬打って上がって取って、まあこれは同玉ですね。で香打って、まあ歩が効かないですから、まあ7二に桂合いなので、まあこれで8三銀成かならずかでいってですね、この局面がどうかというのはどうでしょう。まあ歩とか打っても同玉かよりかで、まあ詰みはないと思われますので、でも寄ると4五角の筋があるからこれが取られてしまうか。桂って同金で4五角で、これ取られたらちょっと嫌ですね。まあ歩はまあ同玉ですかね。まあ5五角には6六歩ですかね。まあこういう感じで、向こうもまあなかなか受けづらい格好ではあるんで、まあこれでちょっと先手がやれそうな、ちょっとやれそうというか、まあ先手が勝ちきれそうな感じでしょうかね。ちゃんと戻せるかどうか。こうで香車がこうで7五桂の局面でしたね。歩が打ってないね。で歩がで、桂馬打ってあって、香車も下ですね。こんな感じでしたかね。はい、まあ7五桂本譜って引いたんですけどね。まあこの局面9四銀から入る手もありそうですけど、9四銀、まあ7五桂同歩で9四銀しかないんであれば、最初から9四銀の方がいい可能性もありますけどね。これはどうなってんですかね。まあ同玉はちょっと9五歩で、まあ相当詰みそうですね。こう引くのが難しいんですかね。こう引かれて、いや簡単ではないですけど、なんか詰みそうな。どうなってんだ。まあ9四銀打って上がって銀打ちの筋ですかね。まあ同香は同馬で簡単で上がって、それでまあ8七桂ですかね。で取って、これでどっちを打つんですかね。まあ歩打つのかな。銀も引かれて微妙から歩打って、まあこっち引いて8二銀打ちのような感じで、これは捕まってますかね。
これで同香なら取って、まあ上がって7三馬ぐらいで取ってまあ、あと香車2枚あるんで、そうですね、これは打っていけば詰みですね。はい、これは、まあ、7号桂、失礼。本譜7号桂でしたがね、まあ、9四銀で、捕まってるような気もするんですが、どうでしょうかね。まあ、本譜7号桂で、引いて、金打ちまして、同香で、取って、9四銀としまして、ここで森内八段の投了となりまして、村山八段の勝ちとなりましたね。9四銀には、まあ、同玉だと9五歩で、まあ同玉なら9六歩叩いていって、よりならまあ銀とかで、まあそうですね、以下は王手していけば詰むという感じですね。まあ、9四銀に8四玉と上がる手も7三銀と打って、そうですね、まああとは普通に王手していけば詰みという形ですね。最後ちょっとまあ7五桂に同歩だとどうなったのかなというのはありますけど、そうですね、全体的には、まあ序盤6五歩同銀7三桂と、森内先生の方が強気な指し回しで、しかしまあ銀が取れませんでしたしね、最終的に。で村山先生の方の6八角と引いて、飛車をタダで取られないようにした手順が、うまい手順で、ちょっとまあ端攻めしましたけど、まあなんかあのタイミングで端攻めするのでは振り飛車があまり面白くない感じはしましたね。まあ結構先手がペースをずっと握ってリードを広げたような内容でしたかね。まあ終盤ちょっと端の絡みでちょっと紛れというか、まあ香車2連打の粘りが凄まじい粘りでしたね。しかしまあ先手がまとめ切ったという感じでしたが、はい、ではどうもありがとうございました。